メ順。さあ始まりました格ゲー喫茶ハメ順、今週もリモート収録でお送りしていきます、はい。早速なんですけども、ゲストの方にご登場いただきましょう。はい、お二人聞こえますか？はい、聞こえてます。はいこんばんはよろしくお願いします。さあストリートファイターで活躍中のお二人じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。ます一人目のお客様は第1回ハメジュンカップ覇者の時戸選手。ストイックなプレースタイルで見る者を魅了する世界に名だたるトッププレイヤーです。2人目のお客様は3回目のご来店となるネモ選手。ハイレベルな戦術で相手を圧倒する試合運びを持ち味に長きにわたって活躍するトッププレイヤーです。そういえばですね、時戸さん、例のあれ届きましたか？本日受け取りました。何ありがとうございます。おお第1回ハメジュンカップのトロフィーということで。そうですそういうことです。よかったよかった。ありがとうございます。去年の3月のことですからね。そうですね。このトロフィーだいぶ重いんで、ちょっと気合い入れて作っていたのかなと思います。またね早くみんなでねお店の方でワイワイ大会したいですね。そうですね。はい待ってます。はい。昨年9月より約5ヶ月にわたり繰り広げられたストリートファイターリーグプロ JP2020 総当たり2回のリーグ戦を戦い上位3チームが先月行われたグランドファイナルに進出しました。準決勝ではリーグ戦3位のネモオーロラが2位の梅原ゴールドをポイント8対1で圧倒し決勝進出。決勝は時戸フレームとネモオーロラ、同点で迎えた時戸選手と佐古選手の対象戦。フルセットの大接戦は佐古選手が勝利。見事ネモオーロラが優勝しました。時戸フレームが準優勝、そしてネモオーロラが見事優勝を果たしました。おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。おめでとうございますありがとうございます。もう一言で言うとやっぱ悔しいですね。最後僕が勝てば優勝ですし、ここでやっぱね自分が勝ちきれなかったっていうのがやっぱ悔しいですし、向こうの作戦もすごいうまく練ってたなと思います。嬉しかったですね。結構みんなで練習して、それがなんかうまく刺さったなと思ってます。グランドファイナルに向けた取り組みについてもちょっと伺っていきたいですね。梅原ゴールドが結構上がってくるんじゃないかっていう読みをしてて、でそっちの方に焦点を当ててたんですけど、何やら佐古さんのメラトがかなり仕上がりつつあって、梅原ゴールドに全員に相性がいいんじゃないかっていうことが回ってきて情報で、そっから逆にシフトし返してネモオーロラの対策し始めるっていう流れでしたね。1ヶ月ぐらい前に全員で話し合いの場を設けて、誰がどのキャラいけるっていうのをきちんと話し合ったんですよ。対策きちんと見させてっつって見て、これはもう佐古さん任せますとか、その人にしかわからない対策をそのまま放置してるとやっぱ当日になってアドバイスもすることもできなかったりもするので、チームでちゃんと情報を共有してこういった対策がいいんじゃないかっていうのをその場で言えるように、本当にチームとして練習していく、取り組んでいくっていうのが実を結んだんですね。そうですね、それがうまく刺さったと思いますね。ストリートファイターリーグの次のシーズンの開催も発表されましたね。また出れるんであれば本当に楽しみにしてます。今回やっぱ最後の最後でやっぱつまずいちゃったんですけど、取り組み自体はこんなに間違ってなかったんじゃないかなって思える結果でしたし、やってて自分たちのチームがどんどん強くなっていくっていうのも分かったので、次こそはと思ってますね。チーム戦での取り組みをどうしたらいいのかっていうのもよく今年度で分かったので、じゃあ次のシーズンではそういったところを共有してみんなで取り組みましょうっていうのをきちんと最初にやっていきたいですね。でまた優勝したいと思います。2人のですね関係性についても伺っていきたいというふうに思います。ギルティギアの大会で新宿の西口スポーツランドの大会で西スポ戦ったのが最初のギルティだったんだ。ギルティでしたね。そこは全く一緒で、その西スポのイグゼクスの全国大会の最終予選、その時の準決勝の相手が時戸です。
準決勝。その試合勝った方が全国に行けるっていう感じだったんですよね。なるほど。その時の印象とかってどうですか？やたらしっかり対策してる人がいるなと思ってて、その時ってゲームをそんなにちゃんとやるっていうか、キャラの対策までしっかりやる人って少なかったと思うんですけど、うわ、ここにちゃんと対策してる人いたっていう感じでしたね。その時印象に覚えてるのは、時々から話しかけてきて一言本当に強かったですって言われただけでしたね。なんかネモは抜きさんと俺を勘違いしてたみたいなの聞いたことある。それはちょっと待って、どういうこと？カプ S2 の全国大会があったんですけれども、それに自分が出場する際にその S 田さんっていう KF のプレイヤーがいるんですね。その時、よく言われてたのが梅原か抜きが優勝候補だよっていうのを散々結構周りが言ってたんですけれども、S 田さんはいやいや大抜梅原じゃない時戸だっていうのをずっと言ってたんですよ。時戸が一番強いって。モアのゲームセンターでカプ S2 を自分が対戦するときに自分が抜きさんに挑んだら 10-0 つけられたんですよ。自分抜きさんの顔知らなかったから、この人が時戸だってなっちゃったんですよ。自分に圧倒的に勝利した人を噂話とくっつけて、くっつけて当時こいつが時戸かみたいな感じになってたんですけど、ゆくゆくその全国大会自分も参加して優勝者の大抜きって出てきて、この人が大抜きさんだったんだ。その時時戸は知らなかったんですよ。今のお二人ってのはお互いをどう思ってらっしゃるんでしょうか？ネモスさんはやっぱすごい存在感出してますよね。独特なものを持ってますし、発言とか自分の考えとかをしっかり持ってゲームずっとやってきてるんで頼もしいなって思いますね。多分みんなが時戸のイメージっつったらやっぱ情熱だと思いますよ。ただやっぱり結構その時戸の中でこうっていうのがあったりすると結構それを他人に押し付けてくんなっていうところは強かったりはします。なんか具体的ななんかありました？例えば自分が対策できるでしょっていうものを結構他の人にも広めようとするんですよ。技の相性とかを具体的に説明しないでこのキャラはこれだからいけるっていうもうまっすぐな答えしか返ってこないので、本当にそれ合ってんのかなって僕ちょっと思っちゃうんですよね。ということをおっしゃってますけど、時戸さんいかがですか？でも昔はね結構衝突しましたね。衝突してる。で根本さんの言った通り俺はなんか自分の確固たる考えがあってこれが正しいんだっていうのが当時思ってて、ただやっぱ人間ってそれぞれ生まれも違えば育ちも違うんで、そんな考え方なんて自分独自のものを持ってる決まってるんですよ。あんまり俺はお構いなしに押し付けちゃったかなっていうのはありますね。ただ若かったということでそこはちょっとやっお二人とも配信での活動を積極的に行われておりますけれども、時戸選手は先月ちょっと変わった大会を主催されていましたよね。レバーレスコントローラーのプレイヤー限定のレバーレス大会、ヒットボックス杯っていう名前でやらせてもらいましたけど、そういう大会をやらせてもらいましたね。レバーのプレイヤー今まだたくさんいらっしゃるんですけど、レバーレスのコントローラーに移行するプレイヤーもちょいちょい増えてきたんですよ。梅原さんとか川野くんのすごい活躍もありますし、移行したプレイヤーがちょっとその目立てる舞台があったら面白いんじゃないかなっていうことで、僕も含めてなんですけど、こういった大会をちょっと開いていました。最近スニーカーの CM に出演されたんですか？そうです。アシックスさんのパーサーブラストっていう新しい種類のスニーカーが発売されて、それの CM やらせていただいてます。でスニーカー本当に履きやすくて、なんかアシックスってもともと日本人の足に形揃えて作ってるみたいで、フィットするようになってるんですね。じゃあ今後そのスニーカーを履いて大会とかに出られる可能性も？今ねもう毎日履きたいぐらいの靴なので。それこそ時戸さんってプロゲーマーのシーンにおいてそのフィジカルを鍛えるっていうことの、第一人者的なところあるじゃないですか。ちょっとでもそうですね。長時間のプレーに対して集中力パフォーマンスを落とさないためにじゃあ体を鍛えるジムに行こうとかっていうシナジーがあるというか相乗効果あるような感じしますね。それ聞くとありがたいですよね、そういう話は。そしてネモ選手最近 YouTube チャンネルを始めたっていう
ことを聞いたんですけれども。基本的にはそのツイッチで毎週土日の朝に配信をしているんですけれども、自分を応援してくれる人が、土日の朝見れないんであれば、そっちは YouTube とかに、切り抜きをポンポン残しておこうかなっていう形で始めましたね。格闘ゲーム以外で、なんかゲームやったりしてらっしゃるんですかね。最近このゲームやったなっていうのは甥っ子と桃鉄やったんですよ。いいですね。甥っ子がリニア周遊カードっていうなんかサイコロが5個出せるカードを結構何回でも使えるカードがあるんですね。強いカードですよね。はい。目的地ずっと入られて自分がボロボロに負けるっていう、つまんない思いをしました。甥っ子に負ける。ゲーム強いのに僕には勝てないのとか、普通に煽ってきたりするのに。地球上にネモさんを煽れる人多分その甥っ子さんだけですよ。いやそんなことないですけど。地球上に。ただ久々にゲームでムカつきましたね。いい話だな。ゲームの話はいいわ。マスター、お二人の話聞いていたらそろそろ対戦したくなってきたんですけれども、ですよね。時戸さん、ネモさん、対戦お願いしてもいいですか。やりましょう。お願いします。お願いします。ここからはストリートファイター5チャンピオンエディションエキシビションマッチを行いたいと思います。はい。オンラインの三つどもえ戦を行っていきます。戦うのはジュン君、時戸選手、そしてネモ選手の3名です。まずは歌広場がストリートファイターリーグ準優勝チームのリーダー時戸選手に挑みます。先日のそのストリートファイターリーグはすっごいいい戦いだったから、僕も本当興奮して早くやりたいなと思ってたんですよ。もしこれでも僕がいい試合できて、勝ったりすることがあったら、ぜひ来季のストリートファイターリーグ時戸フレームに入れてください。お願いします。ストリートファイターリーグで孫さんに見事勝利されたんで、時々フレームに入る資格は十分にあると思ってるんですよ。あるんだ。ここで一回ちょっと実力をね、僕の方で確認したいと思います。1P が歌広場の剣、対数 2P が時戸の豪輝です。そして歌広場が選んだのは V トリガー2新龍剣、飛び道具に対する対処として、持っていると選んできたこの V トリガー。まずは画面の中央ターゲットコーンを決めてダメージを返していったのは歌広場です。立ち強キック、非常に歩きの速く、ガードしている。垂直ジャンプから最大級の大広き、位置も入れ替えつつ大きなダメージを取りました。そして歌広場の V トリガー、中足確認。 EX ゲージを2本使ってスタンまでまずラウンドを取ったのは時戸豪輝。 V トリガー2新入剣をね使うチャンスがありませんでした。飛び道具に対して使いたいところでしたが、序盤かなり良かったですけどね、技の当て方。はい。一回昇竜がガードされた時になんかすごい流れが一気にいっちゃいましたね。この無敵技の駆け引き一つポイントになるでしょう。さてこの2ラウンド目は時戸がいいペース、画面足でじっくり痛むってスタンまで持ち込んだ。ただゲージがありません。倒しきりには至らないでしょう。しかしかなりの体力差がついてしまいました。歌広どうする。重なっている。2ラウンド目はこの試合勝利したのは時戸の豪輝。こんな何もできないことあります？ちょっと1ラウンド目の序盤かなりうまい感じでやられましたね。あそこで一気にねペースを握られそうになったんですけど、あそこの昇竜拳ができたのはすごいラッキーっていうか、その後の後半ですごいこっちの展開楽になったんで、もうちょっとじっくりいかれるとこっちは嫌でしたね。そうでしょうね。そう最初の中キックターゲットのコンボ決めた時は結構ね剣ペースになるんですよ。そうですよね。そこで昇竜拳でやっぱ流れこっちにすごい来ちゃったなと思いました。なんか今戦ってたっけぐらいの感じでしたね。いやーありがとうございました。続いて歌広場はストリートファイターリーグ優勝チームのリーダーネモ選手に挑戦。さっきの試合はなかったことにここでしたいと思います、なので僕がここでいい試合ができたらぜひ来季はネモオーロラに入れてください。お願いします。自分が勝つんで入れません。ぽい言いそうって思った。コンボの火力、これは非常に伸びるというトリガーを選択してきました。さあスタート。まずは中距離戦じっくりとお互いに牽制し合っています。対空が出る。まずはネモがペースを握りました。スタンチも溜まっています。このしゃがみ状態。
置いて画面端。ダウン奪った。この画面足脱出できるか。竜巻上からしゃがみ小判体育。おお、強パンチから牽制、画面足に追い詰めたままネモがペースを握っている。どうする？手が出ませんでした。これはめちゃくそきついぞ。 V トリガーを使うことはできなかった。序盤の立ち回りは良かったんですが、やはり一つチャンスを握ってからのこのネモの怒涛の攻め。おお、2発目はガロベしている。そこをしっかりと割り込んでしゃがみ小判チを重ねて、スタンチが危ないと裏にいる。3まで。そしてゲージは1本。まだ残るね。倒しきりには至らなそうですが、投げで終わっちまう。どうする？中足波動。V トリガーも発動したいところ、入れ替わったところにタッチパンチ。あっという間の2ラウンドでした。勝者ネモ。まあ本気で入れると思ってたっぽかったので、ちょっと現実教えようかなっていう。これ俺結構頑張ってこのゲームやってたはずなんだけど、まだ入り口立ってなかったな。もうなんか何もできないっていうか、なんか話にもなってなかったってね。ランクマッチでどっかでぶつかってなんか戦いたいです。三つどもえ戦最後はネモ選手 VS 時田選手、ストリートファイターリーグ決勝進出チームのリーダー同士が対決。前回の SFL で僕根本さんに負けてるんで、そうなんですよね。ここできっちりね、ここは勝ちたいと思っていけると思います。合気対策はストリートファイターリーグ必須だったので、かなりやった組み合わせだったんですよ。時々の試合をすごく参考にして見ていたので、データはすごい取れてると思います。なので自分が勝ちます。選ばれたステージはストリートファイターリーグでもおなじみのステージ。中間距離の駆け引きという点では、合気の方がちょっと分がある組み合わせがあるんですが、やはりユリアの爆発力、これが発揮されれば体力の少ないと合気はちょっとひとたまりもない。やはり V トリガーがキーになるでしょう。おっ、タッチコパンチクラッシュカウンターから溜めているので、このようにダッシュからしゃがみ強パンチ、一気に体力半分、時々追い詰められます。そしてスタンまで押し込んだ。ゲージは1本。どういう選択するか。1本ゲージを使って裏に回っている。これは見えない。パーフェクト。まずはね、もう一瞬の出来事でした。時々 V トリガーを使うこともできなかった。膝を2つカウンターからしっかりつないだ。そして画面足へ、今度は時々ペースか。一気にユリアのスタンチが溜まっていきます。しかしこの画面足でうまく守って、おおっとオーラルキックに対してタッチジャックパンチへの反撃。そして画面足、時々のゲージも満タンになりそう。しかしここでですね、エイジスリフレクター溜まりました。おお、うまいぞ。タッチパンチ、中足の空振りを捉えて敵が強烈だ。倒しきり、ゲージを全て使って、エイジスを使わせないというこの試合の畳み方、見事でした。ただこれによってゲージ差が生まれました。ネモのユリアンのゲージは、そろそろ3本溜まりそう。まず1本使っていきます。そして投げるのはネモ。時々はゲージがありません。うまく相手に触っていく必要がある。大足カウンターヒット。これは遠いのをしっかりヘッドでつないだ。今回の切り替え見事。おー、ゲージが溜まっている。タックルドミナントクラッシュ、ひとたまりもない。三つどもえ戦最終戦、勝者ネモ。かなり人読みをしていて、波動を打ってくるポイントが分かっていたので、そこに技を置いたらクラカンだったりとか前中パンが当たってくれて、そのまま勝つことができましたね。おっしゃる通りですね。でっかい技2回もらって、それが両方の取られたラウンド致命的な要因だったかなと読み切られましたね。ストリートファイターリーグ決勝進出を果たしたチームリーダー同士の戦い、緻密な戦略で見事ネモ選手が勝利しました。初級者5日の格ゲー修行、格ゲーレッスン。ここからはいつかちゃんへの格ゲーレッスンのコーナーです。今週は時戸先生に教えていただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速ランクマッチに挑戦。対戦キャラはアビゲイル。これなんでザンギエフとアビゲイルはアビゲイルの方が有利って言われてるんですか、マスター。ザンギエフはやっぱり自分よりリーチの長い相手に近づかなくてはいけないので、アビゲイルリーチが長すぎてアビゲイルの前で戦わされちゃいますよね。なるほど。同じデカキャラといえどもリーチの長さで、うお、コンボが決まっていく。チャンスか。さあ、それが
加減できるか。お惜しい。からおきれいめからのはいいいよいいよ。相手キャラの技もね、おおいいいうまいいよ、すげえマジかよ。まああ惜しい。狙いはいいぞ。こういうやつね、ジャンプ攻撃。その技いいよ。が回る、きた、いい。惜しい惜しい。はい。うわーこれといやいやダメだ。ということで時戸先生、いつかちゃんのプレーいかがだったでしょうか。光るものありましたけどね、ちょっと結果は残念でしたけど、立ち台系の後のしっかりテイク EX ボルシチとか決めきれてたんで、いいものは見せてくれたなと。ありがとうございます。あとやっぱこのレベルになってくると、ちょっと相手の技を覚えるようになり始めるのかなと思いますよね。今のとかはアビゲイルのナイトロダッシュっていう技があって、ナイトロチャージか、走ってきてそこからローリング戦闘みたいな技を出してくるのが集団攻撃なんで、あれジャンプ攻撃と同じで立ちガードしなきゃいけないんですよ。立ちガードさえしちゃえば反撃もう何でも入るんで、ランクマ終わった後にすぐにこのゲームその当たった相手とトレーニングモードでトレーニングすることができる機能があるんで、それを使ってアビゲイルの走ってってナイトロチャージ K っていう技にやられてたんで、あれをちょっとコマンドリストからどの技かなっつって探してみて、その技をレコーディングしてどういう技なのかなとか、中段なのかな下段なのかな、それでガードしたらどんな技が入るのかなとかっていうのをトレーニングモード行ってやってみると、そのキャラへの理解が深まりますよね。1日1個ずつでもね、各キャラの技を覚えていけば、そうですね、嫌でも覚えるしかない。そうでも嫌いだけどちゃんと技知って懲らしめられる方が気持ちいいと思うので頑張ります。本日も閉店のお時間となりました。全体的にもう盛りだくさんで本当に楽しく過ごせました。ネモさんとの出会いの話とか、こういう番組でもないとね、なかなかもうあんまりね話すこともないんで、2人でちょっと懐かしいなと思ったりとか、すごい楽しかったですね。すごい楽しかったです。で、あとやっぱ先ほど時々も言った通り、なんかすごい懐かしい話で盛り上がった中、俺が時々とぬきさんを最初間違えて覚えてたっていうことを本人が覚えてたのがびっくりしました。そうなんだ。いい話だったな。はい、今夜の格ゲー喫茶ハメジお客様は時戸選手とネモ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週は新シーズンが開幕したストリートファイター5チャンピオンエディションを特集。ドグラ選手、フード選手がご来店、お楽しみに。